チェンバーボーン。アップデート7。繁殖ポットが停止され日に日に労働力が減っていく中頑張って巨大なモニュメントを完成させた我らがビーバー。そんな中ワンダーである地球再生機を完成させボットからの支配から脱出するビーバーも、ビーバーたちの作った街は完成した。あとはボットに任せ開発を続けていくぞー。などと意気込んでみたもののただいま丸太の在庫なし、土砂は余ってるからこの穴でも埋めてもらおっと。中までぎっしり土、こりゃ資材なくなって後で泣くパターンだ。さすがにこれは不毛すぎるから、これが完成するまでの間になんか意味ある工事を考えねば。いや考えてから工事しろ。夜間も働くボットが間路を移動し美しくきらめくカルデランド。やってることは意味のない無駄工事です。本日をもってお前たちは労働時間ゼロ、残りの人生は遊んで暮らしていいぞー。残りのビーバー111匹、業務の引き継ぎも終わりボットに生きがいである仕事を奪われた。一斉に集まって遊び出すかと思いきや、意外と集まり悪い模様。すでに幸福度かなり高いからやることないのかもしれん。生産やめたマングローブ以外は満たされてます。お休みのところ失礼しまーす。こらこら。この下元水路だから埋め立てしたいの。で埋め立てしてて気づいたんだけど建物の上にしか設置できない屋上テラス。これ建設予定中の土砂の上なら、土の上でもなぜか設置可能になってる。お、バグ技発見か？土砂は埋めれたけどテラスの建設が始まらなかった。つかできたところで意味もねえがな。まあ穴掘って足場でも地上付近に設置はできるしね。普通に屋上に作りなさい。こんな感じになりそうろー。ついででシャワー施設も隣と同じデザインにする工事が実施された。居心地悪いのかすぐ帰るビーバー。他にもいっぱいあるから予想使ってるのかな？キャンプファイヤーも駅近くしか使われてないね。ビーバーの数が減って娯楽施設の数が過剰になったから、すっかすかの施設が目立ってなんか寂しいぜ。さてお次は貯水湖の手入れをしたいので、その前にがっつり管路を敷設。工事前に経路整備。行けボットたちよ、ビーバーに代わりお前たちが今後の開発の担い手となるのだー。つかボット多すぎか？ガックガクだぞ。ちょい多すぎ？などとボット多すぎかもと悩んでたら握手を20日が来た。これくらいなら楽勝だぜ。ボットこれ以上増やすのは世界が重くなってまずいかと思い、組み立て工場の一部総量を停止。ボット戦隊体制くらい作れそうだが、確実にガックガクの世界になるな。で管路の敷設が進んだので、続いて貯水湖の縁の高さを調整開始。これで貯水量は減るけど蒸発する上の面積が減るはず。効果は知らんが丸太ねえし、暇つぶし工事くらいにはなるか。細かいけど水路も綺麗に3マス幅に調整しましょ。こっちの水路は埋めちゃいましょ。下まで土砂ぎっちり、また在庫が一気に減るぜ。崩落で水路掘ろうと思ったけど、左右が壁で繋がってるので真ん中一列しか崩落できないけん。おい。さあボットよ、貯水湖をきれいに整備するのだー。丸太が増えるまで土木作業を続けるのだ。夜な夜な水中を爆破して穴を掘るボット。軍事利用されたら絶対やばいやつ。ここが平和な世界でよかったぜ。貯水槽工事は追加で蒸発防止段々システムもきれいに整える追加工事を発注。水路を作るぞ、崩落開始。縦一列だけ、しょっぽ。ボットが増えすぎてビーバーイーツ本社を再建築。666体、このサイクルだけで100体以上増えてるぞ。さすがにまずいと思い旧ボット工場を停止。ビーバー減ってもボット多すぎで世界が重い。気がついたら汚水不足になってたので汚水ポンプを増築。ボットのグリスに使う生成物の需要増加の影響かな？でこの時ナンバークランチャーが目に入り、化学ポイントが減少傾向だと気づき増設を決定。無限動力のここ開ければぴったり設置できるかな？この安易な判断が後の悲劇を生む。そうなの？設置はできるけど、これシャフトの工事が超絶面倒になりそう。まあ無理しておく必要はないぞ。結局近場の簡単な場所にした。勝手に計算する機械だし場所なんてどこでもいいぜ。そしてしばらく貯水槽の現場を関東を置く。班長、土砂が残り2000になりました。それだけあればここの工事には足りるかな？とかやってたら無限動力が止まってた。まさかの有限動力さん。一体誰の仕業だ？私の仕業だ。知ってた。汚水が水車の水路に通る前に下に落ちちゃってるよ。まあそこ埋めるだけだから致命傷ではないぜ。無事修理完了。汚水が一気に流れたおかげか、普段より1万ほど多くエネルギー出てるぞ。バッテリー充電急げー。夜中にこっそり補給ステーションを増設。未だエネルギー切れボット300体以上、最大で500体近くのエネルギーが切れた。
元気にエクササイズするビーバーの後ろでうなだれるボット。補給ステーションの空き待ちが長蛇の列となった。いのー、ちーのーみーずー。丸太不足は解消せず、埋め立て作業だけで干ばつ20日が終了。丸太も一時在庫が1000まで回復したけど、結局今は500本。巨大工場で使用する丸太の量がやばいのかもしれんな。1サイクルでボット150体も生産したしかなり消費してそう。あとはでかくなった倉庫をいっぱいにするため板や歯車のフル稼働生産も影響してそうだ。もうじき板がいっぱいになる。そしたら落ち着くかな？だな。貯水段々システムはこんな感じになりそうろう。貯水量は減ったが綺麗な形にまとまったぜ。特にやることが定まらずなんとなく元メインダム跡地を整地。おもらし防止池がまだ残ってるがこれも出番ないし使い道がなさそう。蒸発に強い貯水段々システムに貯水される様子を眺める日々。貯水開始3日目でこの水位か。この調子ならワンチャン今まで使われなかった新貯水槽に注水できるかも。あ、貯水無理かもしんね。めっちゃ溢れとるやないかーい。一体何が起きた？誰だー、ここの清水弁ぶっ壊したのはお前しかおらんだろ。トンネルの足場を撤去するときに一緒に壊したとかかな？とにかく急いで直せ。あいよ。溢れた水の逃げ場がない。汲み取って貯水槽に放水するぞ。まさかの人力。いえロボの作業です。そうだった。丸太倉庫が床下浸水、湿気る前に汲み取るのだー。放水場の建設で丸太持ってかれたから倉庫ほぼ空になってるぞ。翌日浸水からほぼ復活。丸太倉庫の排水作業だけで大丈夫そうだ。放水開始。水を一滴たりとも無駄にするな。じゃんじゃん汲んでじゃんじゃん流せ。私の丸太がまあもともとすっからかんだし気にすんなよ。夜中にこっそり放水場を増築。だから建てるのに必要な丸太がねえよ。それでも建てるの。わがまま。丸太不足が思いのほか深刻だと思い、旧ボット工場の爆薬関連以外を全て停止。スカボットがしれっと700体目前である。作りすぎた。貯水槽の改修工事が終わったら何が始まるかだって？操作新貯水槽の改修工事が始まるのさ。丸太の在庫が復活しないためまたどうでもいい無駄工事が始まる。貯水槽に段差をつけて一滴逃さず排水する形に整えるのだ。土砂の在庫は回復して3300あるがこれはさすがに足りなくなるかな？工事の発注が終わった後は、水を汲み出すボットを眺め洪水の復興作業をチェック。流れた水を汲み取り上に運ぶボット、なんだか不思議な光景だ。などと復興に夢中になってたため、貯水庫がいっぱいになり水路が新貯水庫に切り替わる瞬間を見逃す。おい。いのー、ちーのーみーずー。長期間工事したのに使われなかった不毛な地に水が入った。今やってる工事はこの排水溝に段差をつけて水が全部下に流れるようにするものだけど、まだ終わってないのでここに清水弁をつけて逆流しないようにしよっと。固定が広いと排水溝に流れる前に流れが止まって、そこで乾いちゃうんだよな。貯水がめっちゃいい感じ。その裏でビーバーの個体数は24まで減っていた。ふと倉庫多すぎなら壊せばええやんと思い、瓦礫撤去用に以前作った倉庫を破壊。結果しまいきれない板が散乱した。よっしゃー、やはり AI は正しかった。ビーバーを減らしたことで貯水庫に貯水ができたぞー。確かに目標は達成したが、なんかもやる結果だぜ。そして工事進捗微妙だけど土砂在庫がなくなってきて、こりゃさすがに無理だと判断して一部工事を取り消し。土砂めちゃ掘ってるがさすがにこれは厳しかった。で新貯水庫の放水設定をしたところで短い干ばつ16日が来た。かつてない貯水量の状態でわずか16日の干ばつ、次でこの貯水庫いっぱいになるかも。さあボットたちよ、土砂を掘って蓄次投入して工事を続けるのだ。だがその水を飲むビーバーは姿を消しつつあった。よし、丸太置き場の復興完了。お疲れ様でした。お役御免で放水場を解体。丸太の在庫少し上昇傾向になったし、この瓦礫もあればやっと倉庫が少し埋まりそうだ。で新貯水庫の固定の段差工事はこんな感じ。残りの下半分も同じ高さに調整してからさらに段差をつけようと考えてたけど土砂不足。そんなわけで若干面倒でやらないつもりだったけど、コスト削減も兼ねてここも貯水段々システムで設計だー。丸太が溜まるまでの暇つぶし工事が大掛かりになった。3マス幅で柱を立てそれをつなげる形で土砂を積み、足場がなくても大丈夫な設計にチャレンジ。足場なしはいいな。
一番下埋めたのが無駄になったけど、こんな感じで工事を進めるぞー。次のサイクルまでに完成できるかな？下半分はさらに段差をつけて、同じ要領で高さを出そうと考えてたけど思いのほかこれはきつい。矢印の方向一つ間違えただけで工事が止まるそんな設計。そこでふとしたひらめき。以前コメントでトンネル掘って巨大地下都市作って、とリクエストをいただいたんだけど、穴掘るより上に土砂持って巨大ドーム作った方が楽と回答したことを思い出す。リクエストをもらっても難癖つけて断る。これがうちのレイムさんだ。いやそういうことじゃなくて、ドーム型にすれば柱いらないからこういう工事にも使えるなって話だよ。際ですか。最奥の部分は構造上柱が必要になったけど、それ以外は柱なしの構造で再設計しました。リアルだと水の重さで絶対やばいやつ。ではボットよ、こんな感じで頼んだぞ。下の工事が終わったら、追加の工事を発注予定。45サイクル19日目3匹のビーバーが漏水で点に召され、残りのビーバーが3匹となりました。PC がカクつくほどいたビーバーも、ついに残り3匹か。残るビーバーはエルバカックス、ケア、ジャビンダの3匹。早朝のエアロビを愛するケア。のんびり屋のエルバカックス。高所のテラスで物思いにふけるジャビンダ。働くボットを見つめております。そしてエアロビのケアがなくなり、後を追うようにエルバカックスも点に召された。ジャビンダが最後の1匹となった。ラストビーバージャビンダ、最後の1日。早朝、誰もいないプールを見つめ河口はかなむ。創育風への賛美前のこのテラスが彼のお気に入りの場所。かつて座っていた建設会社の席はボットに奪われ近くのこの場所で出社気分を味わう。アイアンティスは体が資本。中央を陣取り先日まで共に運動していたケアを思う。火もつけずキャンプファイヤーを眺める虚無。体に悪いぞ、せめて日当たりのいいところに行け。建設会社前の以前は混んでて使えなかったスクラッチャーも今では好きな時に使いたい放題。でも表情は寂しげ。横切るボットたちの埃で汚れたのかシャワーを浴びる。汚れを落とし喜びを感じる清潔なビーバー。でもその後すぐに泥を浴びた。景色が悪いと評判の泥風呂。その後プールに入り身を清め直した。朝はベンチに腰掛けてただけだったが今度は泳ぎたくなったのかな？この野郎、私のスタンプからマリサに乗り換えか？ふふ、ジャビンだ、可愛いやつだな。空を舞い、仲間たちと気づいた街を眺めた。ボットに奪われた、友達と働いたかつての職場を眺め、彼は何を思ったのだろう。そしてまたお気に入りのテラスへ。創育風への賛美、最後の一匹となった彼がこの状況を賛美しているとは私は思えない。やる気デルトリウムで友と過ごした日々を思う。自分たちの種族が築き上げた文明の終着点がここであることを、彼はどう考えるのだろうか。本日2回目のスクラッチャー、彼は小難しいことなど考えない気楽な性格。心なしか幸せそうな表情に夕方になり2度目のエクササイズ。アイアンティスの一日は運動に始まり運動に終わる、ストイックなビーバーである。今日も一日お疲れ様でした。そして最後はお気に入りのテラスへ。仲間たちと過ごしたビーバー建設株式会社、あの場所がきっと彼の誇りなのだろう。ビーバー建設株式会社横の社員寮に帰宅。空きのある豪邸には住まず、仲間との思いが詰まった簡素な場所が彼の家。そして眠りにつきランプが消えた。そのランプは二度と点灯することはなかった。ラストビーバージャビンだ。漏水にて永眠。ジャビンだー。ビーバーどもは本当にしょうもない奴らだ。あんなに恵まれていたのに、綺麗な空気、澄み切った水、今では彼らも記憶の彼方だ。このクソ AI がー。AI の提案した通りビーバーがいなくなることで新貯水槽に貯水ができるようになったけど、これはあんまりだよ。AI ってのは目的のためなら手段を選ばねえ。きっと過去の人間もこうやって滅んだに違いない。環境保護や戦争をなくすためとか言って、人間滅ぼした可能性もあるかもね。そして最後のビーバーを見送った後も開発は続く。そこはビーバーのいない街。だがそれは工業効率を最大に求めたアイアンティスの終着点の一つ。さあボットよ、貯水段々システムを完成させるのだー。あと3分の1くらいで完成だ。一人称で見るとこんな感じ。これを掘るとなると大変だが、こうやって埋める分には巨大地下空間も簡単なもんだぜ。いのー、ちの水。だがこの町にもう命は存在しない。ではビーバーがいなくなったところで今回はここまで。撮影まだだけど多分次回最終回？お楽しみに。AI に支配されたカルデランド、果たしてどんな結末を迎えるのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。